あっという間に時間が流れ、あっという間に季節が移り変わる現代。目まぐるしい毎日を忘れてふと立ち止まれる街があります。兵庫県赤穂市。兵庫県の南西部、岡山県との県境にあるこの町には、ゆったりとした時間が流れていて、どこか懐かしいあの頃に戻れる不思議な魅力があります。赤穂といえば赤穂浪士、塩、なんかお堅そうなイメージですが、いえいえ、実は町ごと癒し空間。自然あり、パワースポットあり、心も体もリフレッシュし放題です。まあ歴史深いことでも有名なんですが、そこは私の担当外なのでさらっと。今回はゆったり過ごす赤穂の旅をお届けします。なんだかんだトラブルにも見舞われるので、それもぜひお楽しみに。では、目まぐるしい毎日を忘れてあの頃に戻る旅、スタートです。ということで JR 姫路駅で駅そばを食べてます。なんでやねん。いやいや、早速しくりました。途中で新快速に乗り換えないといけないところ、うっかり忘れてしまって、赤穂へはこの姫路駅で乗り換えなんですが、乗りたかった電車に乗れませんでした。で、次はなんと1時間後。ここから先はぐんと電車の本数が減るんですね。ショックを癒すため大好きな駅そばを食べることにしました。相変わらずうまい。もしかして乗り換えをしくったのは駅そばを食べるため、神様が用意してくれた運命だったのかもしれません。幸福度が上がって結果オーライです。なんて喜びながらやっと来た電車に乗り込んだら、今度はダイヤの乱れで出発せず、私はいつになったら赤穂の地を踏むことができるのでしょうか。はい、播州赤穂駅に到着です。無事に赤穂の地を踏むことができました。それにしても播州赤穂駅、強そうでかっこいい駅名なんですが、字画が多くて書くの大変そうです。よかったら皆さんちょっと書いてみてください。播州なんて言ってる場合ではなくて、自分のせいプラス JR のトラブルで予定より1時間以上の遅れ、ゆっくりしてられません。早速街に繰り出します。でも実はさっきまで雨がじゃんじゃん降ってたので、予定通り着いてても駅で待機の形でした。これまた結果オーライです。改札の外はこんな感じ。こじんまりした空間の中、全力で中心蔵を押してきます。押しまくってます。まあそりゃそうですよね。でもこれは私の担当ではないのでさらっと。そうそう、赤穂にはナポリがあるそうです。ここは気になるので行こうと思ってます。見せてもらおうか、赤穂のナポリとやらを。他にもビートルズに塩に温泉に、なんだかどちらかって、いやなんだかバラエティ豊かですが、駅を降りて一番印象深かったのは、この街、なんだか平和な空気が流れてます。バラエティ豊かな街をたっぷり散策するため、今日は裏技を使います。電動自転車。駅にある観光協会でレンタルしてて、1日800円とか1000円とか、結構リーズナブルです。車種によってちょっとお値段が変わります。ポチッとな。この季節の自転車、最高ではないでしょうか。さあ、まずは駅周辺を散策します。
街全体がふわっと昭和の空気に包まれてて、初めて来たのに懐かしい、なんだかほっとする雰囲気です。街中に急に井戸が現れました。息継ぎ井戸。何かというと、あの大事件関連のものみたいです。気になる方は一時停止して読んでください。それより私が気になったのはこちら。何美味しそう、楽しそう。自転車置いて夜に来ようと思って回り込んだら、やってません。潰れちゃったんでしょうか。諦めきれずに調べると、赤穂市内で初となるクラフトビール醸造所の計画が進んでいて、早ければ今年の夏にスタートするそうです。潰れたんじゃなくてよかった、今からでした。これは楽しみです。また赤穂に来る理由ができました。そして次にやってきたのはビートルズ文化博物館。うそーん、定休日じゃないのにお休みでした。楽しみにしてたのに残念です。また赤穂に来る理由ができました。気を取り直してもう一箇所懐かしさを感じられる場所があるので向かいます。もちろん定休日じゃないと調べてきたので大丈夫です。多分。綺麗な色の洋風建築にやってきました。赤穂市立民族資料館。ちゃんと開いてました。よかった。この素敵な建物は明治41年、余裕で100年以上前です。大蔵省塩務局の庁舎として建てられました。塩務局、ちょっと聞き慣れないですよね。塩に事務の務で塩務。大蔵省が全国に設置した塩の専売管理を担う役所だそうです。そして今は民族資料館に。江戸時代から昭和の中頃に赤穂で使われていた生活用品や農具など8000点を超える資料を収蔵・展示しています。もう懐かしさの大渋滞です。丸い缶に入ってたタバコ、父親が吸ってたなとか、火曜サスペンスで狂気になりそうな無駄に大きくて重いクリスタルのライター持ってたなとか思い出しました。それからワープロ、一太郎とか花子とかの時代だったと思うんですが、フロッピーディスクをガチョンガチョンと入れて起動してましたよね。そんな記憶がうっすらと蘇ってきました。VHS とのビデオ戦争に負けたベータマックスの姿もありました。皆さんのお宅はどっち派でしたか？うちは父がナショナル信者だったので VHS でした。こんな感じで忘れてたことをぐわーっと思い出して時間が溶けていきます。この充実度で入館料はなんと100円。思いっきり楽しませてもらいました。ではお天気が良くなってきたので、次は太陽必須の映えスポットに向かいます。天気予報によるとこの後どんどん晴れるはず。信じて GO です。太陽が出ると信じてやってきたのは岩津姫神社の鳥居。鳥居越しに海が見える絶好の映えスポットですが、なんとなく晴れていたもののどんどん雲に覆われてきて、違う、どうしても晴れた景色を皆さんにお見せしたいので、ここは潔く明日もう一度出直すことにします。1泊2日で少し余裕のあるスケジュールにしているのでご安心ください。明日こそは。このすぐそばにある赤穂のナポリもその時のお楽しみにしましょう。
ではそろそろ駅そばのパワーが切れてきたのでお昼ご飯にします。 Google マップで良さげなお店、もちろん定休日じゃないお店を選んだので大丈夫です。多分。到着。カフェレストタートルさんがお休み。定休日じゃないのにお休み。ショック。気を取り直して Google 先生に相談します。そして次に伺ったのがキーウェストクラブさん。大きなオープンの文字が輝いてます。空いててくれてありがとう。いただいたのはとんかつと白身魚フライのランチセット。サラダたっぷりにスープ、コーヒーもついて950円でした。なんとリーズナブル。お味はとんかつはサクサクでジューシー、和風ソースが揚げ物の罪悪感を消してくれます。白身魚フライはふんわりとした食感で、どちらも甲乙つけがたい。ソースが違って美味しさ倍増でした。まさに王道のランチ、大満足です。空いててくれてありがとう。そして美味しい食事をありがとう。ごちそうさまでした。お天気に恵まれず、海が見える鳥居やアコーのナポリを明日に持ち越したので、本当は明日行くつもりだった場所に前倒しでやってきました。アコー海浜公園。ちょっとした遊園地やアコーといえばのお塩について学べる海洋科学館があります。これはたっぷり楽しめそうなんですが、図工見事にみんな揃って定休日でした。今日と明日を入れ替えたのが裏目に出ました。しかし休みなのに中に入れるようです。広くて気持ちいい空間。せっかくなのでのんびり散策します。放し飼いされてるメリーゴーランドの馬たちも心なしかのんびりしているようでした。そしてトランポリン、子供の頃大好きだったのを思い出しました。阪神パークの確か観覧車の近くにあったんです。今となっては何がそんなにって思うんですが、お腹がよじれるくらい笑いながらただただ飛んでました。休みの日の遊園地、祭りの後みたいな余韻があってなんだかじんわりします。これはこれで貴重な体験でした。ただ心残りは大好きなサイクルモノレールに乗れなかったこと。ボードにも乗りたかった。この2つだけでも明日乗りに来ようって思ったんですが、なんと遊園地は明日もお休みでした。これは本当、またアコーに来なさいってことでしょう。はい、喜んでまた来ます。ここで一旦ホテルに向かいます。その後はお楽しみの晩ご飯です。本日お世話になるのはこちら、東横イン播州赤穂駅前です。駅前というか駅とつながってるし、もはや駅ビルといっても過言ではないポジションです。お部屋は中に入ると自分がどこの町にいるのかわからなくなる安定の東横インモデル。駅近ビジネスホテルが好きなので、全国津々浦々の東横インでお世話になってます。さて、お楽しみの晩ご飯、気になるお店を見つけてちゃんと定休日もチェックしました。
定休日じゃないのに閉まってるなんてランチの二の舞になりませんように。伺ったのは私んち。ちゃんと明かりがついてます。こちらのお店は赤穂の給食でおなじみのソウルフード、鶏肉のレモン漬けが食べられるとのことで楽しみにしてました。おー、カリッとした衣にテリッとしたタレ、期待が高まります。さあお味は？甘辛くて美味しい。これは給食で大人気でしょう。他にも揚げ出し豆腐はかつおだしが効いたあんがとろとろ、筋肉と大根もとろける美味しさ、チヂミはもちっとしててタレが絶妙の味わい。何を食べても美味しい安心感があります。まだまだ気になるメニューがあるので名残惜しいです。でもいろいろとやり残したことがあるし、また赤穂には来ないといけないので、続きはその時のお楽しみです。ごちそうさまでした。おはようございます。2日目の朝です。お天気バッチリ。昨日の無念を晴らせそうです。今日もあっちへこっちへ赤穂を満喫するので楽しみにしていてください。まずやってきたのは主婦の店。思いっきり昭和の空気を垂れ流しているこの看板が気になってました。大英の初期が主婦の店だったので関係あるのかと思いきや、どうもそうではなさそうでした。昭和43年創業、赤穂市と姫路市に展開しているお店のようです。で、ここにやってきた理由はお昼ご飯の調達。この後向かうエリアにお店がないので持っていくことにします。正確にはザ観光地っていう佇まいとお値段のお店があるんですが、どうもそういうお店気遅れしてしまうんですよね。地元のスーパーで買っていくのが私の王道です。発見、赤穂のソウルフード、鶏肉のレモン漬けです。すっかり気に入りました。あとおやつに塩羊羹とうまいか。これは赤穂のお隣相生の名物でずっと気になってたんですが、でかい、そして重い。ちょっと持ち歩きには不便なので今回は諦めます。ということで鶏肉のレモン漬けと塩羊羹をゲット。もちろんこれで足りるわけないですよね。もう一軒とっておきのお店でさらに調達します。赤穂城跡をさっそうと通り過ぎてすぐやってきたのは赤穂パン。可愛らしい店構えです。とにかく評判のパン屋さんと聞いて楽しみにしてました。わお、圧倒的な種類、そしてお安い、そして美味しそう。これは評判なのも納得です。店内をぐるぐる2周して何とか選び、羊羹買ったのにプリンも買い、パン以外も魅力的なんです。興奮冷めやらぬままやっとお店から出てきました。余裕で10個以上爆買いしている人もたくさんいて人気ぶりが伺えます。私も近所に住んでたら間違いなく爆買いチームに入ることでしょう。赤穂の街はこうして素敵な個人店がふと現れるので、まるで宝探しをしているような楽しさがあります。昨日のランチ、キーウエストクラブさんもそうでした。さあ、これでランチ難民の心配はなくなりました。自転車からとある素敵な乗り物に乗り換えて、歴史と自然が共存する素敵な街へ繰り出します。桃井ミュージアムにやってきました。赤穂で生まれた陶芸、雲海焼のミュージアムであり、瀬戸内海を見下ろすオープンガーデンであり、カフェもある贅沢な空間です。施設は後でゆっくり見るとして、ここに来た一番のお目当てはこちら、トゥクトゥクです。東南アジアで見かける三輪自動車、まさか気軽にレンタルできるところがあるなんて驚きでした。普通自動車免許、しかもオートマ限定で大丈夫。
まあ私が免許を取った時代にそんなものはなかったですが、ちょっと練習します。おー、車というよりバイクに乗ってる気分です。風を感じながら走るのが気持ちいい。では可愛いトゥクトゥクに乗って行ってみたかったあの街へレッツラゴーです。まさかトゥクトゥクに乗れる日が来るなんて、赤穂の奥行きをかみしめながら進みます。最高速度は40キロぐらい。物足りないかなと思いきや、スピードが出るとカーブが怖いので、こののんびり具合が安心です。風を感じて走るのはバイクっぽいんですが、運転している感覚は補助輪をつけてる自転車。何十年も、なんなら半世紀ほど前の感覚ですが、覚えてるもんですね。すれ違う人たちが笑顔で見送ってくれるのも嬉しい。周りまで笑顔にする不思議な魅力のある乗り物です。目的地に到着しました。ここは佐古市という町。坂に越えると書いて佐古市と読みます。レトロな街並みと自然豊かな風景がぎゅっと詰まった情緒あふれる港町です。時間がゆったり流れていて、ただそこにいるだけで癒される穏やかな空間でした。名残惜しいですが、そろそろトゥクトゥクを返す時間なので戻りましょう。今回お借りしたのは90分コース。移動距離的には十分な時間なんですが、なんせ可愛くて記念写真とか撮っちゃうので、時間があっという間に過ぎていきます。無事時間内に戻ってきました。自分で運転するトゥクトゥクの旅、最高でした。トゥクトゥク、楽しい時間をありがとう。せっかくなので桃井ミュージアムもちょっと散策します。楽しませてくれる工夫がいろいろあって、高台にあるので景色も最高です。すぐ下にある展望台は混雑してるんですが、ここはとても静かで穴場じゃないでしょうか。そろそろお腹が空いてきたので、下にある展望台でランチにします。
桃井ミュージアムから下に降りてすぐ東岬展望台にやってきました。1700本の桜が咲き誇る名所で、お花見日和の今日はたくさんの人でにぎわってます。でも私は花より団子。まずはお昼ご飯です。バランスを考えず好きなものを好きなだけ買ったので、ちょっとよくわからないラインナップですが、どれも美味しそう。いただきます。赤穂のソウルフード、やっぱり美味しい。そして赤穂パンは、いやもうマジでどれも美味しい。赤穂パンがあるから赤穂に引っ越してきたくなるほど美味しいです。ご近所の方が羨ましすぎます。羊羹とプリンの組み合わせも悪くなかったです。さあ、満足したので桜を見に行きましょう。人は多いですが、桜と海に癒されてのんびり過ごせます。桜の季節、皆さんはどんなことを思い出すでしょうか。私はやっぱり入学式、中でも小学校の入学式です。ランドセルがとにかく重くて硬くて扱いづらかったことをこの季節に思い出します。素敵な思い出じゃなくてすみません。幼稚園はビニール製の小さなバッグを斜め掛けだったので、それに比べると拷問のような重さで慣れるまでほんと大変でした。今のランドセルはすごく快適なんですよね。デザインもいろいろあるし羨ましい。そう、夏休み前に朝顔とかヘチマとか鉢ごと持って帰るのも拷問でした。学校から家まで子供の足で20分休み運んだ記憶があります。あとお道具箱も重かった。次から次へと苦労話ばかり出てきます。素敵な思い出もまた思いついたらお話しします。ではここから絶景の道を通って昨日撤退した鳥居に向かいましょう。このお天気ならきっと素敵な風景をお届けできると思います。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん。猫ちゃんに振られて昇進の旅に出発です。坂を下って海岸に出ると、昨日撤退した鳥居、そして赤穂のナポリにつながる道が現れます。絶景を楽しみながら向かいましょう。きらめく海、心地よい波の音、ふわっと香る潮の匂い。ただそこにいるだけでエネルギーチャージできる素敵なパワースポットです。自転車を降りてゆっくり20分ほど歩きました。それはやだという方は自転車に乗っていける別ルートもあるのでご安心を。自然のパワーを体いっぱいに浴びてエネルギーが満タンになったところで到着。息を飲むほどの景色が広がっています。左手に見えるゴツゴツした岩場は畳岩。今は陸続きですが、満潮になると島になります。船越英一郎が犯人を追い詰めそうなビジュアルです。そしてお待たせしました。船越英一郎から振り返ると、赤穂のナポリ、キラキラ坂の登場です。ナポリ感出てました。行ったことないですけど。坂の先に広がる海、石畳の両サイドにはおしゃれなカフェや雑貨屋さん。狭いエリアに魅力がぎゅっと詰まっていて、人気の秘密が分かりました。ではいよいよ海の見える鳥居へ。太陽よ、どうかこのままで。海を望む鳥居、岩津姫神社の鳥居です。雲一つない青空と海に向かって堂々と立っている姿、神々しいです。
鳥居越しの海、特別な風景に感動しました。神社もこじんまりしながらも凛としていて素敵な空間でした。青空がほんとよく似合います。出直してきてよかったです。あと一つ、赤穂に来たら外せない大切なミッションがあります。それは塩見まんじゅう。子供の頃から大好きで、お土産にもらっては一気食い。食べ過ぎでお腹が痛くなったこともあるほど大好きです。塩見まんじゅうのお店たくさんあるんですが、今回伺ったのは三島屋本店。きなこ味の塩見まんじゅうがあると聞いてやってきました。きなこ味食べたことないので楽しみです。パッと見めっちゃ人んちでドキドキしましたが、大丈夫、中はちゃんとお店でした。たくさん買うとまた全部食べちゃうので、控えめに6個入りで、お家に帰ってから美味しくいただきました。きなこ味、新鮮で美味しかったです。そしてやっぱりやめられない、止まらない、食べ過ぎてしまう美味しさでした。最後になりましたが、ここで歴史もちらっと。この奥に赤穂城跡をはじめとする歴史スポットがあります。すごく広そうなので、また機会があれば。あと帰りに偶然からくり時計が動いている場面に出くわしました。息継ぎ井戸のところにあったからくり時計です。何回か通りかかったんですが、動き出す毎時0分にご縁がなく、でも最後の最後に見ることができました。ただ想像以上に長かった。カメラを構える腕がプルプルしました。お話が終わってお辞儀する大石内蔵助、可愛かったです。街ごと癒し空間の赤穂を巡ってきました。自然あり、パワースポットあり、今回は行ってませんが歴史あり、ゆったり流れる時間の中で深呼吸するような旅でした。なんだかんだうまくいかないことも赤穂の癒しパワーでリセットです。この動画を見て赤穂で癒されたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひご参考に。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。番外編をお届けしているメンバーシップもあるのでぜひ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。撮影を終えて急いで向かった先は赤穂パン。売り切れ次第閉店なんですが、なんとか空いてました。心残りのないようにあれもこれも買って大満足。マジ引っ越し考えそうです。